皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の10月の7日月曜日ですね。時間が大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時22分ということで、1時間22分遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、日本国憲法第99条、憲法尊重擁護の義務と、に罰則規定がないことが、今の日本を憲法無視、憲法違反、憲法破壊が常態化した無法国家にしたんだというのが今日のメインテーマです。ということで、ワイワイニュースライブ、今日は通算で2863回目になりましたね。ということで、いつものようにツイキャステレビの媒体を使って、正面からですね、一元放送をしてますと。現時点での音声も映像も問題なく配信されているということですね。ということでいつものように、最新のお知らせですけど、先週の金曜日のワイワイニュースライブのメインテーマですね。我々は安倍晋三首相による憲法改正を大義名分にした来年1月の衆議院解散総選挙を絶対に阻止しなければならないというタイトルで、これがYouTube 向けの表紙ですね、作っていただいた。絶対阻止ということで、ストップということで、これはイラストっていうか漫画ですね。要するに安倍がですね、競争相手のマラソンかなんかしてるんですけど、みんな出遅れてると、混乱してると、あるいは途中で倒れちゃってると、共倒れになってるという競争相手を尻目にですね、一人独走しているというやつですね。これが衆議院の解散総選挙のやり方ですよね、いつものね。これを絶対阻止しようということです。そして、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが362名様、YouTube が1475ですから、全部で1837ということですね。そして今日の画像ですけど、これは日刊現代の記事、今日トピックスで取り上げますけど、改憲実現への道のりということで、こういうふうな工程表ですね。これは段階としては、改憲原案の提起提出と起案提出というステップですね。それから国会の審議があって、そして、改憲の発議があって、そして国民投票、運動期間という4つのステージがあるんですね。で、工程としてはですね、1からずっとやって、成立するということになれば、25の工程があるということで、まともに考えてもですね、あと2年ですかの任期しかない安倍に、こんなことやれっこないんですよね。まともに考えれば。でもあいつのことですから、ありとあらゆる謀略的なことをやるということで、その最大のものが突然の3度目ですね、衆議院解散総選挙ということで、改憲を大義名分にして選挙に勝てばこのような
七面倒くさい25の工程をすっ飛ばして、発議しちゃうと、そして国民投票まで持ってっちゃうと、こういうことをおそらくやるでしょうね。これの工程表、25の工程表が、日刊現代の記事の中に出てましたので、これを取り上げたということですね、今日の。画像ですね。ということで、今日の放送の今まで、取り上げたところの表紙、金曜日のこれ全部入りますかね。ダメだ。4つ。先週金曜日。4つか。10月4日。これでいいですね。そして現時点での視聴者数ですね。全部で1872ということですね。そして今日の画像です。これが日刊現代の改憲実現への道のりということで、まともに考えたら到底できっこないようなんですけど、彼はありとあらゆる謀略を使ってでもやるというとんでもないやつですから、その最大のものが3度目の総選挙、衆議院解散総選挙だと思うんですね。ですから衆議院解散総選挙をやらせないということであれば、もう彼の、改憲、の夢はついえたということになるんですね。ということです。皆さんからのコメントですね。K さん、朝日新聞官邸クラブツイッター、首相が国の理想を憲法に書き込むべきだと主張しているのに対し、立憲民主党などの野党には憲法は権力を縛るものとの認識が強く、憲法界に開きがあるということですか。朝日新聞の官邸、クラブツイッターっていうのがあるんですね。そこの担当者が書いてるんですね、これ。で、土山純一さんですね、いつもありがとうございます。お茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。初耳さん、いつもコンティニューコイン6枚ぐらいいただいてるんですね。で、コンティニューコイン配信ありがとうございますと。で、今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。そして今日の放送の前ですね、K さん。憲法99条違反、憲法私物化の安倍政権に憲法を論じる資格なしと、新委員長、まさにそうですよ。それと砂月さん、彼らの都市が中国本土に負けているため、一部の香港人は苛立っていると、マスコミに乗らない。これちょっと内容が分かんないんであれですね。から砂月さん、古代広告の裏で労働者はこき使うブラック、これリテラのあれですね、記事ですね。ブラック家庭教師派遣会社と働き始めて分かったホームページと全然違う労働実態ということですね。それからイスラエルがなくなったら中東は生き残れるんだろうかと、マスコミに載らない海外記事と、これもちょっと内容が分かんないですね。からみちさん、
こんばんは。こちら、添付させていただきますと、日米 FTA 正式署名と、8日にも閣議決定ですって。もう、やりたい放題だね。内容が一切わかんない。閣議決定すれば署名しちゃうということなんですかね。砂月金さん、イエメンは今やサウジアラビアのベトナム戦争、マスコミに乗らない海外機種ということですね。はい。えっ、と、いうことで、次はですね、今日の注目情報ですね。ジム・ロジャーズの中元っていうんですか、日本株を買う予定ないという日刊現代がインタビューをした長い記事があったんですね。これを今日注目情報として取り上げたということです。この本とかなり重なるんですけど、で、この中で、彼が言ってるポイントですね。アベノミクスに非常に批判的ですねというインタビュアーの言葉に対して、安倍さんがやっていることは馬鹿げてますよと。財政出動で国の借金を増やし、金融緩和で日本円の価値を下げていると。お金の使い方が下手な上に使いすぎていますと。自分のお金じゃないから国民から吸い上げた税金だからどんどん使ってるんでしょうと。で、そしてインタビュアーの質問ですね。日銀は先月中旬の金融政策決定会合で大規模緩和の維持を決定と。欧米の中央銀行が利下げに動く中、黒田総裁はマイナス金利の深掘り案を示唆しています。大きな間違いです。世界的に見てこれほど金利が低かった時代はないと。そもそも中央銀行が実質的に直接国債を買う金融政策は前代未聞ですと。日銀は2016年9月にいわゆる指値オペを導入しましたが、これは紙幣を無制限にするということ。つまり日本円の価値を下げるわけで、アベノミクスは絶対に成功しないと。20年後には対米ドルのみならず韓国ウォンに対しても相対的に価値を落としているでしょうということですね。から世論の根強い反対を無視して消費税が 10% に引き上げられましたと。増税は景気を冷やしますと。安倍政権がやっていることは全くナンセンスですよと。来年は東京五輪が開催され、五輪景気が期待されていますが、歴史を振り返れば五輪が国家財政のプラスになった試しがないと。五輪のせいで日本の財政赤字はさらに膨らみますと。国の長期、債務残高18年度は947兆円に上り、対 GDP 比 167.8% と巨額。10歳の日本人が40歳になる頃には借金は目も当てられない状態になるでしょうと。国債は買われなくなり、金利を引き上げざるを得ず、そうなれば高金利によって国の借金はさらに膨れ上がってしまうと。子供はいない、移民もいない、日本は大問題だらけですと。アベノミクスは全てナンセンスと。で、質問ですね。安倍首相は移民政策を取ることは考えてないとしていますが、4月に改正入管法で、が施行され、今後5年間で最大35万人の外国人労働者の受け入れが想定されていますと。ただ、在留資格によっては家族帯同が認められないケースがありますと。で、人口1億2600万の国に年間7万人でしょうと。計画通りに進んだとしても数字的には全く足りないと。人口減少によるさまざまな問題の解決には結びつかないと。それに日本全体が外国人に対してウェルカムな雰囲気を作らないと誰もやってきませんと。働く人だけでなくその家族も受け入れしっかりとサポートする仕組みを作る必要があるのでは。人口減で苦境に立つ日本にとって外国人は助けになる存在ですと。本気で呼び込みたいのであれば日本人と共に
共生できるように歓迎する体制を整えないことが重要でしょうと。どうも日本は移民受け入れに消極的ですが、移民は不動産、教育、飲食という業界に新たなビジネスチャンスを生みますし、少子化対策にもつながりますと。で、アベノミクスの失敗が浮き彫りになる中、安倍政権は韓国叩きに没頭してますと。愚かなことですと。隣国同士本来は協力して一緒に仕事をすべきなのに喧嘩をしていること自体が理解できないと。そんなことやってる場合ですかと。お互いに潰し合いなんかバカみたいですよと。こういうところですね。ということで、ちょっと長いインタビューなんですけど、ぜひお読みください。これの URL ですね。キララカットさん、コンティニューコインが2枚ですね。プラスですね。今日の推薦本ですね。この本ですね。ジム・ロジャーズさんの、日本への警告ということで、今日読むところで30回目ということで、第3章ですね。アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の本質だということで、今日読むところは、覇権国は隣国を支配するという、そこですね。読みます。覇権国は隣国を支配すると。中国は他国への影響力を徐々に、強めていると。例えばアフリカの首脳たちは今やアメリカよりも中国のことを信頼しているのだと。アメリカの歴代大統領は過去20年間でアフリカを3、4回しか訪問してないと。その一方で中国はアフリカ各国の首脳を北京に招待して大きな国際会議を開催していると。この国際会議の際、アフリカの各国首脳は中国から丁重に扱われるため、彼らは喜んで参加し、中国との関係を強化しているのだと。ロシアのシベリア地方にも中国人は押し寄せていると。天然資源が豊富なシベリアがかつて中国の領土だったことを覚えているのだろう。いずれさらなる中国人がシベリアを占有し、実質的にロシアから取り戻すことも考えられると。ただ中国が他国への影響力を強めるとはいえ、それはあくまでも平和的に行われるはずだと。歴史的に見て中国は比較的平和主義であり、近隣諸国と武力で争うことは少なかったと。イギリスがアフリカに進出したとき、イギリス人は自分たちの言う通りにせよと。自分たちが全てを所有すると言い支配をした。アメリカも同じやり方でアフリカを支配したが、中国は違ったと。中国人はアフリカに金を与え、これはあなた方のお金です。自分たちの好きなようにやってくださいという姿勢を取ってきたのだと。領土をめぐって戦いを繰り返してきたヨーロッパとは違う方法で中国は覇権国となっていくことだろう。現在アメリカがカナダなどの近隣国を実質的に支配していることからも分かるように、覇権国家が存在するとき、近隣国は支配されるものだと。次なる覇権国家は中国であると。このことを知っているのは私だけではないと。その証拠に私の他にも自分の子供に中国語を学ばせている親たちが少なからず存在すると。言うまでもなく、日本は中国にとっての近隣国だと。今後中国はますます日本人に大きな影響を及ぼすことになるだろうと。もっとも日本が10年後に中国から支配されるといったことは考えにくい。将来を心配して急いで逃げ出すような状況ではまだないが、覇権国家による支配は歴史における
事実として認識しておくべきだと。ここまでですね。で、明日読むところが、金正恩のスキーリゾート建設が意味するものと。北朝鮮の問題ですね。ということです。今読んだところですね。のこのこさん、お茶バク店配信ありがとうございます。K さん、コンティニューコインですね。中ん319さん、コンティニューコインですね。今読んだところですね。これですね。はい。ということで、今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ。日本国憲法第99条、憲法尊重擁護の義務に罰則規定がないことが今の日本を憲法無視、憲法違反、憲法破壊が常態化した無法国家にしたんだというのが今日のメインテーマですね。で、日本国憲法第99条っていうのは一体何かというと、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うという明確に書いたんですね。で、日本国憲法99条は全ての公務員に対して国の最高法規である憲法を尊重遵守する義務を課したもんだが、その義務を果たさない公務員に対する罰則は一切規定されていないと。で、日本の刑法には犯してはならない罪に対しての罰則が最高刑の死刑まで全て規定されているのに対して、国の最高法規の憲法が課した義務に違反した場合の罰則がどこにも書かれてないと。ここが重大な問題なんですね。で、そのため日本の政治家や官僚たちは罰則規定のある法律は遵守するが、罰則規定のない国の最高法規である日本国憲法は無視し、違反し、破壊してきたと。その結果、今の日本は国の最高法規である憲法が尊重もされず、擁護もされない最低の国になったんだということなんですね。で、日本国憲法に罰則を規定しなかったのは、米国支配階級が仕組んだ謀略だろうというふうに私は見るんですね。で、米国支配階級によって起案され施行された日本国憲法は、日本国憲法99条に罰則規定を設けないことによって、米国支配階級の傀儡政党である自民党の政治家たちと、戦後米国支配階級が植民地支配のために温存し復活させた天皇制国家官僚たちによって無視され、違反され、破壊されてきたんだと。そしてその最後の仕上げが安倍晋三自公政権と日本会議、神社本庁、靖国神社などの極右ファシスト、天皇制原理主義者たちが来年にも強行しようとしている憲法改正という名の日本国憲法の骨抜きと大日本帝国憲法の差し替えであると。で、我々は安倍晋三自公政権と背後にいる極右ファシスト、天皇制原理主義者どもによる憲法改正イコール憲法破壊策動を絶対に許してはいけないんだというのが今日のテーマですね。だから不思議なんですよね。国の最高法規である日本国憲法に、義務を課してるわけですよね。特に99条。この憲法を尊重し擁護する義務は
すべての公務員、天皇、摂政、国会議員、裁判官、検事、国家官僚、地方官僚、すべての公務員に対して義務として課すよと。だからその義務に違反した場合、この憲法を無視した公務員、この憲法に違反した法律を強制的に強行成立させた安倍自公政権とか、あるいはこの憲法を根本的に破壊すると、そして、戦前の大日本帝国憲法に差し替えると、こういうことを狙う現在の安倍晋三と自公政権、それを支持する国家官僚等々、あるいは公務員としてね協力している学者とかですね、憲法学者とか法学者とか等々っていうのは99条違反なんですけど、彼らに対する罰則規定がないからやりたい放題だと。で一方刑法には事細かくですね、犯してはいけない罰則規定が網羅してるわけですよね。それで最高は死刑になると。それじゃあ国の最高法規である憲法を破壊する、公務員に対して、最高刑は極刑の死刑を規定してもいいはずですよね。でも一切ないんですね。そのことによって日本の政治家公務員たちは個人のいわゆる職務上に犯した罪に対して一切責任を取らないと、こういう無責任状態になっているわけですよね。ですからこの日本国憲法99条、憲法尊重擁護の義務、すべての公務員に課した義務に対する罰則規定が一切ないということが今の日本の無政府状態、無法地帯、憲法違反、無法国家にしたんだというのが今日のメインテーマですね。ということで、今日のポイントをアップします。逆に言えば99条に罰則規定があれば安倍晋三なんかは到底国会議員にもなれないと、ましてや総理大臣にもなれないと。要するに憲法の内容を全然知らないわけですよね。知らなくて憲法改正するということを繰り返していると。憲法の中身を一切理解せず、憲法を尊重し擁護する義務を鼻から否定している人間が国会議員になれこないわけですよね。公務員になれないと。で同時に、この日本国憲法を最初から改正するんだと、取り替えるんだと、大日本帝国憲法に取り替えるんだということを党是として誕生したアメリカ支配階級の傀儡政党である自民党も存在しないんですね、本来だったら罰則規定があれば。ということですよね。99条の規定はこういうことなんですね。すべての公務員、天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うと。これ国民一般じゃないんですよ。公務員に対して言ってるんですよ。
公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務があるということを言ってるんですよね。ただ罰則規定がないから誰も尊重しない、擁護しない、遵守しないと、こういうことなんですね。砂頭巾さん、今日のメインテーマですね。ただいま配信中と。で、この日本国憲法99条は全ての公務員に対して国の最高法規である憲法を尊重擁護する義務を課したもんだが、その義務を果たさない公務員に対する罰則規定が一切ないんだと。ここが致命的な欠陥なんですよね。で、日本の刑法には犯してはならない罪に対しての罰則が最高刑の死刑まで規定されているのに対し、国の最高法規の憲法が課した義務に違反した場合の罰則が一切書かれてないと。だからこれだったらあれなんですよ、希望を述べただけなんですよね。罰則規定がない義務っていうのは単なる希望なんですね。だから同じように罰則規定がないのが81条の最高裁は唯一のいわゆる、その法律命令規定が憲法に違反しているかどうかを審査する立法審査権を唯一持っているものが最高裁なんですけど、その立法審査権の職務を不作為によって果たさないという最高裁長官および判事の職務不履行、職務違反に対しての罰則が一切ないから、彼らは憲法の番人としての職務を放棄してそのままずっと来てると、こういうことなんですね。日本の刑法はそうですよね。国民に対しては事細かく罰則規定があるんですけど、公務員に対しては最高法規としての憲法を尊重し擁護する義務があるにもかかわらず、その義務を果たさない公務員に対しては何の罰則規定もないと、こういう驚くべきことが存在してるんですよね。そのため日本の政治家や官僚たちは罰則規定のある法律は遵守するが、罰則規定のない国の最高法規である憲法は無視し違反し破壊してきたと。とんでもないことが起こってるんですね。だから憲法の位置がですね、一番低いことなんですよ。省令よりも権威がないと。官庁のあるいは各官庁の局長通達、局長がなんか通達を出すよりも効力がないというところになっちゃったんですね。憲法違反の場合、日本人であることを拒否しているわけだから、国外追放または公民権停止がふさわしいと。砂月さん、何でしたっけ。そのため日本の政治家、その結果今の日本はどうなってんのかと。これほど憲法が無視され違反が横行し破壊されてる国っていうのはないでしょうね。いわゆる先進国と言われる国の中で
異常な国なんですよこれ。でこれは結局罰則規定が一切ないと。日本国憲法には罰則規定が一切ないというのは、これを作った GHQ マッカーサーの巧妙に仕組んだ、私から言わせれば謀略だろうと思うんですね。で米国支配階級によって起案され施行された日本国憲法は、日本国憲法第99条に罰則規定を設けないことで、米国支配階級の傀儡政党である自民党の政治家たち、歴代自民党の政治家で、特に岸信介とか安倍晋三という極右ですね、ファシストたちによって、そして戦後米国支配階級が植民地支配の道具として使うために温存し復活させた天皇制国家官僚たちによって無視され、違反され、破壊されてきたんだということなんですね。だから罰則規定あればここまでひどく なってないはずなんです。そしてその最後の総仕上げが今、安倍晋三自公政権と日本海神社本庁、靖国神社などの極右ファシスト、天皇制原理主義者たちが来年にも強行しようとしている憲法改正という名の日本国憲法の骨抜きですよね。だから自民党憲法改正、4条項の中で、憲法9条を骨抜きにするために日本国自衛隊を明記すると、それから非常事態条項を設けて憲法自体も骨抜きにすると、国民の自由と基本的人権を剥奪するというものを憲法改正の名のもとに強行しようとしているということですね。ですから我々は絶対に彼らの憲法改正という憲法破壊の策動をですね、絶対に許してはいけないんだと。もし許したらもう完全にファシスト国家ですよ。ファシスト体制戦前以上の絶対的な天皇制ファシスト国家になっちゃうということで、待ってるのは何かというと、貧困と弾圧と戦争だと、こういうことなんですね。今日のメインテーマはそういうことです。時間が今38分ですか、49秒50秒ですね。視聴される方が49名様、全体で117名様、コメントが24件ということですね。ということです。で今日のトピックス、これが時事通信の自民憲法議論の開始をということで、野党CM 規制、優先主張ということで、これ NHK の日曜討論かなんかで、稲田が登場してるみたいですね。だから安倍は稲田をこの憲法改正憲法破壊策動の中心的な役割を彼女に与えたということでしょうね。日本会議そのものですよね。で野党もなんか国会での議論自体は一緒にしますよと。ただテーマが
国民投票法の改正の方だといういわゆるテーマをめぐる議論自体は参加しますよという向こうの土俵に乗っちゃってるんですよね。立憲民主党、国民民主党、だから共産党だけじゃないですか。憲法改正の議論じゃなくて憲法自体の議論をしましょうと。憲法を散々無視し違反し破壊してる自民党が憲法改正なんかできるはずないじゃないかという議論をすべきだというふうに言ってるのが社会党と共産党ということで、まあそれが筋でしょうね。それと2つ目、任期中改憲に、執着と固執と固執、安倍首相が五輪後狙う何でもあり強行ということで、さっきのこの工程表が出てた日刊現代の記事ですね。だからまともにいけばこれは到底これほど大変な工程表を一つ一つ、進んでいくには到底無理なんですね、2年ではね。でもそれを彼はありとあらゆる手段で強行突破するという。で最大のものが総選挙、衆議院解散総選挙なんですね。で要するに衆議院を解散し総選挙でカッコつき、自公プラス、日本維新の会あるいは N 国とかなんか入れて、そして、国民のコンセンサス賛成を得たということでですね、この25ある、工程表をすっ飛ばして、発議して国民投票にかけちゃうということを彼は狙ってるんですよね。日曜討論、政党要件を満たしても令和と N 国は参加できないと。N 国なんか出てこなくていいんですけどね。山本太郎は出るべきでしょうね。から3つ目、米大統領ウクライナ疑惑新たな告発者と直接の体験に基づく情報と弁護士ということで、トランプがますます窮地に追い込まれているということでしょうね。だから結局内部告発者がトランプを告発 し始めたから民主党も大統領弾劾に向けた調査を開始したということで、日本の官僚もですね、もう安倍に、従うだけじゃなくて安倍の権力犯罪を内部から告発しろと、こういうことでしょうね。誰もいないんですかね、日本の官僚で安倍の散々の権力犯罪これを告発する官僚っていうのはいないんですかね。本当情けないよね。で、4つ目、河野防衛省のお膝元神奈川県大磯町で安倍首相に猛省勧告ということで、日刊現代、河野洋平ですからね、大磯だから河野洋平がバックにいて、あまりにも安倍一党独裁の弊害がひどすぎるということで、大磯町の町議会がですね、安倍に対して2つなんですね。猛省を促す決議案が圧倒的多数で可決されたということね。
で提出の理由が2つあって、まず財務省の公文書改ざん事件をめぐり大阪地検が捜査を終結したからと。国家が国民を欺くことは戦時下の大本営発表に通ずる。だから見逃さないぞという声を上げたかったと。もう一つは台風15号で停電や干木断水などの被害が続出している状況で内閣改造を断行したと。なんとかなるだろうかというおごった姿勢を反省していただきたいと。こういうことなんですね。砂月さん、トランプも窮地だがバイデンもウクライナ疑惑が裏にということで、バイデンも傷つくでしょうね。だから民主党の大統領候補からは脱落すると。ウォーレン女子が候補になるという流れが強まるでしょうね。次、間違いじゃないと。原発あるところに第二の森山必ずありという日韓現代ですね。だから日本全国の狭い日本に54基の原発で、原発立地っていう自治体は全部で19ぐらいあるんですね。だから必ず森山みたいなその地域のボスがいて、電力会社からの賄賂等々をもらってたと、配ってたと、あるいはもらってたという人物が必ずいますよね。日本の検察は一体何やってるんですかね。おとなしいですね。ということですね。日韓現代。で NHK はまるで暴力団と日本郵政副社長のヤクザな過去ということで、日韓現代、これ元の総務省の事務次官だったんですね。で彼は菅官房長官によって、一度なんか業者からタクシー券をもらって接待を受けたということで傷物だったんですけど、それをすくい上げたのが菅が総務省の大臣だった時に彼をナンバー2に抜擢したと。そして、総務ナンバー1の総務次官まで抜擢したんですね。そしたら民主党政権になって彼は体よくクビになっちゃったと。そして、日本郵政のこれは副社長に、だから菅が日本郵政の副社長に彼を入れたんでしょうね。だから NHK に噛みついてNHK はまるで暴力団だと言って記者会見を開いた。その背後には菅官房長官がいるという構図ですよね。このことを書いたのが日韓現代。これか。はい。
そして今日の重要情報として、萩生田今の文科省は幸福の科学の大学設置再申請でまた動くのかと。5年前の申請時に幸福の科学側に立つ文科省に働きかけたと。立って文科省に働きかけたと。だからやるでしょうね。幸福の科学の大学開校に向けて彼は動くでしょうね。これはリテラの記事ですね。マイナス7。これですね。ということです。この今日のメインテーマですけど、結局日本において公務員、政治家公務員の個人責任が一切追及されないと。国家権力犯罪を犯しても政治家公務員の個人責任は一切追及されないというと、そのことは一体どこから来るのかっていうのは今日のメインテーマそのものだと思うんですね。要するに憲法を尊重遵守する義務を課している憲法99条の中に罰則規定が一切ないということがですね、ありとあらゆる権力犯罪を政治家が行っても犯しても、あるいは公務員が犯しても、免罪免責される根拠になっていると思うんですね。これは偶然ではなくて、そのように、GHQ マッカーサーが憲法草案を作った段階でそういうふうな罰則規定は設けないというふうに持ってったんでしょうね。だから民間人に対しては刑法によってありとあらゆる罰則規定があって、その些細な民間人による法律違反犯罪があたかも重罪のように報道され、そして実際に裁判でも重罰を課せられるというのが民間人に対する扱いですよね。それに対して公務員、政治家、官僚、公務員の個人責任は一切追及されないと。そして、民事裁判でしか彼らの責任は追及されない。国賠っていうやつですよね。で、国賠でたとえ住民側が勝訴しても、その賠償金というのは税金から出てきますんで、国家権力犯罪を犯した政治家や官僚の懐は一切、痛まないという非常に、巧妙な仕組みになってるんですね。国家賠償請求しか道がないんですよね。政治家とか官僚が職務上犯した犯罪、あるいは不作為、あるいは結局国家権力犯罪等々の個人責任は追及できないようになっちゃったんですね、これ日本は。その最大の原因の一つがこの憲法第99条の憲法擁護尊重義務違反に対して一切罰則規定がないということで、安倍みたいなとんでもない、あるいは歴代自民党の国会議員、
政治家たち、そして、彼らと一連卓上してきた国家官僚、あるいは地方官僚等々が野放しになっていると。憲法違反を犯しても、憲法破壊を犯しても野放しされているというのがこの戦後70数年の歴史でしょう。その最終的な段階が今訪れて、一気にこの日本国憲法のいわゆる表面的な5つの基本理念を全部ひっくり返しちゃうと、大日本帝国憲法に差し替えちゃうという策動を来年彼らは必ずやるだろうと。その最大の彼らの武器が、今まで7年間の安倍政権の独裁政治の中で2回もですね、大義名分をでっち上げて、衆議院を解散して総選挙してかっこつき勝利してきたというのを3度目の正直として彼らは使って、一気に国民の合意を得たんだと。総選挙で大義名分として掲げた憲法改正という大義名分が国民に支持されたから、25のいわゆる工程表なんかいちいちやってられるんだということで、大幅に、省略してですね、国民投票の強行に直接発議して、そして、時間を経たずして国民投票にかけて、ありとあらゆる不正組織選挙、買収、ドーガス等々をもって、でマスコミ操作によって世論誘導して過半数の賛成を得て改憲に持っていくというのが、安倍晋三と自公政権と、それから背後にいる日本会議等々の極右ファシスト、天皇制国家主義者たちの狙いでしょうね。だからそれに我々は絶対ありとあらゆる方法によってそれを粉砕し、永遠にですね、安倍晋三をはじめとする自民党自体をもう解体すると、自公政権を解体すると、そして本物の野党 100% 野党の市民革命政権を樹立するというのが唯一の解決策でしょうね。ということです。時間が、その小さくてよく66分ですね。31秒で47名様、視聴されている方全体で145名様、コメントが34件というところですね。砂ずきんさん、お茶爆店ですね。ということで、今日の放送、月曜日の放送はこれで終わりです。現在日本時間で、11時30分ですね。ちょっと開始が遅くなりましたので、ということでお疲れ様でした。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコイント、たくさんのギフトいただきましてありがとうございました。明日火曜日、できるだけ9時から9時半にかけて放送開始したいと思いますので、またよろしければ合流してくださいということで、今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。